さて今回は皆さんお待ちかねの保険の需要です。この日のために蓬莱の薬飲みました。今日の保険の需要は歴代二次創作でセクシーになりがちな際どい衣装の裏話をしていきますよ。東宝プロジェクトのキャラクターデザインは無類のセンスを誇っているから非常に魅力的だよな。それに加えて、二次創作にてセクシーになったイラストほど興奮するものはないんですよ。間違いない。ということでまずはじめに紹介する、二次創作で際どくなりがちな衣装キャラ一人目は、東宝プロジェクトの主人公である白霊霊夢です。言わずと知れた脇巫女です。白霊霊夢というと周りから紅白と呼ばれるほど、赤と白を基調としたデザインの巫女服を着ているのが特徴です。巫女服なのに黄色いネクタイを使われているところがチャームポイントだよな。そしてこの巫女衣装は袖が分離した、脇が露出する特徴的なデザインをしていて、そのためファンからは脇巫女という愛称で呼ばれています。やはり10代前半ということで、外見の特徴が脇しかなく、もしくは必要以上に脇をアピールすることから、脇が露出した衣装となっているので、しばしば脇巫女と呼ばれるようになったんだろう。脇を隠すと途端に誰にも霊夢だと気づいてもらえなくなるとか、霊夢が腰や胸や足よりもまず先に脇をアピールする癖なのではと疑われることも、確かにそうなっちゃうよね。図絵でも晒しが見えている時があり、健全な原作絵の中でも非常にセクシー。こういったように少し晒しが見えることによってチラ見効果でドキッとしてしまうんですよ。そして二次創作になるとさらにセクシー度が増して描かれる場合が多いのです。9割方脇巫女っているイラストになるよね。ちなみに神主も認める巫女装束っぽくない巫女装束は制服のようなものらしいですよ。数ある段家具のイラストでも9割方に脇を拝めることができて、さらに東方ロストワードの霊夢はへそ出しという新興者続出の衣装となっていますよ。脇巫女な上にへそ出しはプリンに生クリームが乗せられた並みにヤバい。また大人向け霊夢になれば、貧乏設定などから脱いで稼ぐというパターンがよく見られますね。もはや東宝あるあるの一つでしょう。二次創作のイラストでは晒しを巻いてない状態だったりあざとく見せていたりと非常にセクシーなものがあったりします。また髪型も作品ごとに異なるため、ストレートウェーブ、ロングショートなど各人の好みに委ねられていますよ。個人的にはヨーヨームのポニテレイさんが圧倒的に好きなんですがわかります？なんとなくわかります。さて次に紹介するのは、高魔館のメイド長であるいざよい作や、数々の紳士たちのメイドでもある。服装は青と白の2つの色からなるメイド服、頭にはホワイトブリムを装備していますよ。裾の長さは作品によってそれぞれ異なりますが、基本的には膝上丈膝丈程度で、高林道ではロングスカートとなっています。作品によって細かなデザインは違うのですが、基本的に、襟肩のひらひらメイドカチューシャ帯前掛けのエプロンが白、エプロンの下の服は青色、腰に銀色の懐中時計を下げていたりエプロンにローマ数字が書かれることもありますね。あのローマ数字には衝撃の裏設定があるんだよな。気になる方は後でこちらを見るといいぜ。身長も高く設定されていて、奥を除けばトップクラスの背の高さなのです。そのことから非常にスタイル抜群で書かれることが多いよな。また原作での昨夜は、毒の入った紅茶を主に飲ませてみたりと天然の部分がありますが、それは天然どころではない。二次創作になるとクールビューティとして書かれることが多いですね。やはりメイド服は紺色と白が基調でお上品なのもポイントが高い。しかし時間が停止して永遠に眺めたいほどのあの美脚にギャップ萌えで興奮した人は多いでしょう。間違いないな。あの太もものナイフが性癖に刺さったのは私だけではないはず。なんだったら、人気投票コメントを見ると足置きになりたいという人もいるほど、笑った。原作から昨夜は背が高く、スカートも短めなので二次創作ではさらにクールセクシーになりますね。バストサイズは二次創作ではまちまち。原作でもバストサイズにかなり変化があるからその影響だろうな。さらに東方寄進場ではタイツという新たな武器が加えられました。シルバーブレードは二の次ですか？選択画面ではタイツを着用するか着用しないかという選択となっていますよ。タイツがまさかの陽気化だと？またエプロンの下の白ブラウス1枚だけになることも可能という二次創作では発想しがいがある衣装となっています。なるほど、シンプルに白シャツだけというのもまた一興だな。もしアイスティーを出された場合は昨夜の服にかけちゃいましょう。どんな提案なんだよ。ということで次に紹介する二次創作で際どくなる衣装キャラは冷戦うどん芸人稲葉。二次創作のネタの宝庫ではありませんか。冷戦が幻想郷に来たのは数十年前で、年齢は分かっていませんが月では汚れがないので長生きしている可能性があります。しかし帝よりは年下なのは間違いなく、帝がお年玉ももらおうと提案してきた時にあんたの方が年上でしょと突っ込んでいますよ。帝ちゃんさんちゃっかりしてますね。性格は真面目ですが、最初の方は臆病者で人見知り。まず見た目としては、明るい薄紫の長髪に赤い
目、大きなウサ耳、栄夜賞や東方文化庁や、3月星や暴月賞漫画版ではブレザー姿、海江塚や悲壮天側、漢樹伝、暴月賞小説版では夏服風のブラウス姿、ということで、まず挙げられるのはスカートネタでしょう。二次創作ではドロワーズではなく一般的なパンツ着用として書かれているものがほとんど。みんな弾幕ごっこでスカートの中が見えることが多いから、通常はドロワーズを履いているんだよな。設定上、同じくウサギの稲葉亭と違って玉兎なので背筋が伸びていてスタイルがいい。このことからバストも大きく書かれることも多いです。さらに学生服を着ていることから、発情期なんていう設定を作り上げることもありますよ。なるほど、その展開はすごく面白そうだ。また戦闘もいけるのでボロエにもなることもしばしばありますね。あとはやはり白シャツがメインになってからは、濡れたりしてスケスケになってしまうことも。ブラやキャミソールなどの下着が透けて見えやすい白いシャツに玉兎はせこすぎる。制服からビジネスシーン、そしてプライベートまで、白シャツは紳士の心を刺激する鉄板アイテムなのですよ。白や肌色の下着を着ているのに、ちらりと透けてしまっているという清純派女性が感じられて余計に魅力的に見えてしまいます。あとは薬師のエイリンの弟子なことから実験台とかもあり、前回のパロディの授業でも判明しましたが性欲の強いキャラというのも分かったのでさらに二次創作では株が上がっていくでしょう。球種が多すぎるという万能さ。来年の WBC ワールドボーイクラシックの選抜に選ばれるでしょう。いやどんな大会なんだよ。それでは次に紹介するのは、同じく脇巫女にして神の脇を持つこちやさなえです。ガチ信仰者の数は収穫されたお米の数ほどいるだろう。さなえはもともとは、風の神様を祀る人間の家系の末裔であり、さなえの風宿とは食用のことです。信仰が得られなくなった外の世界から、八坂かな子森安はこの二柱と共に白霊大結界を飛び越え、幻想郷に湖と森や神社ごと引っ越してきました。書籍作品に登場する際は割とおとなしく、社交的で常識人な性格なのですが、弾幕 STG 本編では、妖怪退治の楽しさを知りテンションが高めで戦闘強化のようなセリフがあることがよく見られますね。制作者ズンさん曰く意外と使いやすいキャラクターでどんなシチュエーションでも放り込んでいけるとのこと。だから二次創作でも使いやすさ抜群なんだ。レイムとマリサの両方の要素を持っていて、独立した性格を持っているから使いやすいとのことです。容姿としては、頭につけたカエルと白蛇の髪飾りは彼女の特徴とも言えるアクセサリーで、これは諏訪湖のカエルとカナコの蛇の象徴を表したものでもあるようです。まず初登場の風神録の立ち絵を見ると、やはり巫女衣装らしく脇がかなり露出していることがわかります。白霊レイムとは違うデザインの巫女装束を着ているのですが、やはり特徴的な脇の部分は同じですよ。東方神霊廟ではキャラクターの立ち絵が横を向いていることから、なんとさな脇を拝めることができるのです。東方神霊廟の横向きがこんな形で活かされるとは。なおコンパクヨウムは胸が小さいのが恥ずかしいのか一人だけ正面立ち。そうではない。そして東方悲壮天側の立ち絵では何かの呪文を唱えるためかお払い棒を持った片方の腕を上げているんですが、かなり露出していていちいちなんですよ。さらに見ての通り、黄昏さんのドットイラストでも同じ巫女でもこちやさなえの胸のサイズは白霊レイムよりも大きく描かれていますね。さすがは北条の巫女、胸も豊かに育ちましたというわけですか。脇巫女のおかげで横から見れる胸に目の前銀色になることも、これぞまさしく奇跡の力なのかもしれない。アプリゲームで言うとロスワとかものすごいんですよ。わかる、揺れてる感がよく伝わるよな。アルカのサナエもガチで可愛い、清楚感あふれる顔立ちにもかかわらず、脇と胸をしっかりと強調されているのがたまらん。全体的にアルカの立ち絵は潜水よ。またサナエというと非常に純粋な子なので、はだけてもあまり気にしないみたいなパターンが多く、二次創作としては遊びがいがあるキャラです。また幻想郷に来る前は女子高生だったとして書かれることが多い。ただ公式での描写はないんだがな。アルフズへの精錬戦特典カードの制服はセーラー服だったのでこれが有名になったのも原因でしょう。巫女服もいいけどセーラー服も着させることができるのは強いぜ。あんな女子高生がいたら学校中の男子が釘付けですよ。こういったスタイルの良さ、セーラー服といった紳士たちにはもってこいのキャラなことから、襲われたり、ショタ殺しだったりイチャイチャ系だったりとバリエーションも非常に豊富。二次創作では常識にとらわれてはいけないのですね。ということで、4人目は正体不明のアンノーン X である宝珠ヌエ。ミステリアス少女の代表格。彼女の種族は日本の妖怪ヌエ。頭、身体、尾がそれぞれバラバラの動物と言われている大妖怪です。ヌエ自身も強力で、大魔法使いの白蓮もその実力からかなりの好評を称しているぜ。正体をわからなくする程度の能力を持っていることもあって、正体不明。実は、この黒髪に左右非対称の翼を持つ姿が本当のヌエの姿なのかはっきりしていないんだ。原作では、ノーマル以上の難易度でノーコンティニュークリアをするとプレイ可能となるエクストラステージで登場する強キャラでもあります。
見た目としては、瞳の色は赤で歯は八重歯、指にはネイルを塗っていたりと、妖怪だけに少し怖さもある容姿からド S 系少女ですね。今までのキャラとはまた違ったアプローチをしてきたな。さらに耳はエルフ耳なので耳をいじってド M にも慣れて敗北させることも可能です。今流行りのメスガキ設定もいけちゃうのはポイント高い。また服装も際どい、黒地の半袖ミニスカワンピースで、黒のニーソックスに赤い靴を履いて、靴紐はリボン状に結んでいます。黒のニーソックスは刺激が強すぎますよね。式小平安時代にはこんなもんなかったぞ。足のラインがはっきりとわかるというまさに可愛い衣装。美脚でサンドイッチされたいと思った人は私だけではないはず。ポイントであるミニスカ&ニーソという絶対領域。これをうまく表現されているなと感じたのは、ダンカグのサディスティックラブ40縫え。まずはスカートを持ち上げて中が見えそうになっていることですよね。そうそう、このじらしている感じが、あまりにもセクシーすぎてたまらんのよ。そしてそれを引き立てているのがあのミステリアスな表情だよな。ちなみに私の研究部で詳しく紹介しているからまた見に行ってみてね。私の2022年サムネイル最高傑作です。さらにですよ、ヌエの真の魅力といえば矢印のような形状の青い触手。ちなみにヌエをデザインした寸志もこれは生き物だと指摘できないような姿をコンセプトにしていて、相当悩んだとのことだぜ。このことから、東方プロジェクトのキャラでは珍しく触手プレイもできることから二次創作者から重宝されるキャラなんですよ。好きな人は好きらしいね。触手で攻められるか、逆に攻めてもらうか。あなたはどっちの方が好みか良ければコメント欄で教えてくださいね。いやどんな質問なんだよ。ということで二次創作で際どくなる衣装キャラは霊氏うつほ。もう素敵なイラストで胸がいっぱいです。うつほは小明寺悟りのペットの一匹で地獄カラス。通称奥空、灼熱地獄跡の温度調節を任されています。ズンさん曰くデザインはかなり頑張って作ったと言っていますよ。ちなみに奥空は身長がとても高い。立ちポーズの違いによる誤差はありますが、小野塚小町や八雲ゆかりよりも高いですね。東方プロジェクトの中でもトップクラスの身長を誇る二人よりもでかいのか。また東方外来異変2018年秋号の独断偏見ランキング特集において散るのが最強度ランキングでは、奥空はでかいとのみコメントされていることから、非常に大柄な体格だとわかります。チルノちゃんにニコニコでコメントしてもらいたい。見た目としては、裏地が宇宙の白いマントをまとっていて、太陽を宇宙が囲む様子を連想させられますね。ロングヘアを緑の大きなリボンでまとめ、背中にはかなり大きめのカラスの黒い翼を持っています。二次創作では結構邪魔になりやすいので外されることが多いよね。服装は白のブラウスに緑のスカート、そして彼女の一番の特徴と言ってもいい、胸部に赤い球体赤の目が埋め込まれています。これらはヤタガラスの力による影響だぜ。そして与えられた核という膨大なパワーからか、胸に飾りがあることからか格上で大きさを際立たせやすいからか、バストは東方界の中でも屈指にでかくして書かれることが多いです。名言のうにゅと柔らかそうな胸からウニュパイとも呼ばれるよな。なので服を脱ぐと胸で赤い目が幸せなことになっていることがしばしば、逆に行くところまで行くと邪魔となるので、そもそも取られている場合も結構あります。実際に装備は取り外しは可能らしいぜ。またスカートを履いていること、鳥頭なことから無防備にパンティが見えちゃうというのは鉄板でしょう。東方二次創作のあるあるネタの一つだよ。また名言であるあなたも私とフュージョンしましょ。というセリフから、エッな意味で一緒にフュージョンしよう、という天才的な転換も見られます。なるほどそういう使い方もあるのか。二次創作の想像力が面白すぎるぜ。逆にフュージョンしてって言ったら速攻でいいよって帰ってきそうですよね。頼むから外れてくれます？ということで、6人目は地獄の妖精のクラウンピース。これはもうパッと見ただけで納得だよな。玉が3つついた紫色に水玉の帽子をかぶり、首元にひだ襟のついた、青地に白い星マークと赤白のストライプの服を着ていますよ。右側がストライプ、左側が星ですが、カラータイツは逆に右側が星、左側がストライプ、腰から足にかけては、ボロ絵を見ると非常に高い位置にも布地が確認できるため、あれはタイツでしょう。なんという際どすぎるセクシー衣装。人を狂わす程度の能力から人を狂わす程度のタイツとも呼ばれています。またポイントとして絶妙なロリっぽさ、撃破後の悩ましげな喘ぎ声などから文字通りその可愛さに狂わされた紳士が続出。メスガキ感がまたあかんやつなんよ。原作の絵は頭身が高めに描かれていて、すらりとした足が印象的。また漫画、東方3月生の平坂先生のクラピが可愛い。これを見て好きになった人は多いだろうな。人気投票のコメントを見ると妹として欲しいという人もいますね。確かに金髪美女の S っ気のある妹はやばい。もちろん二次創作らしくタイツを破くネタなんかもありますよ。タイツはなんといっても足が見事にセクシーに見える。クラピはロリっ子だけど足が長くてスラッとしているからさらに魅力的なんだよな。こういったことからやはり足ネタは多いですね。タイツをより際立たせるに二次創作らしく、胸も豊かにさせてみたりしている方もいますね。また前回の授業でも言ったように、地獄はアメリカを意識していてクラピもアメリカンなことから海外勢からの人気も高いようです。クラピに踏まれたいルナティックな紳士たちは星の数ほどいるでしょう。
ということで次に紹介する7人目の際どい衣装キャラは、貧乏神である頼神シオンです。そもそもが際どすぎるというね。服装は薄汚れたパーカー、若干透けてる青のミニスカートを着用しています。全体的に青が特徴となっていて、ゴージャスな妹に対して貧相と言って良い出立ちです。パーカーの下に下着も着ていなく、足元は靴は愚か靴下すら履いていない様子です。ドット絵でスカートがふわふわしているけど本当に際どい。また服やリボンには請求書、差し押さえ、督促状といった札が大量に貼られている立ち絵。また手には物乞い用なのかボローワンを所持していて、黒猫とおぼしきぬいぐるみを抱えています。ドット絵や立ち絵では基本的にじとめであり、やる気のなさそうな目つきをしているのもポイント。妹キャラまとめで分かったけど、姉の頼神ジョーンよりも人気が出るように作られているらしいぜ。そして東方強力異文ではさらにセクシーすぎる衣装を獲得。ジョーンとシオンの頼神姉妹が、石油王を思わせるような新衣装に身を包み再登場をしたのです。切符をこちらに見せていて、服のシワが出ていたりと非常にヤバい。また差し押さえや督促状といった、お札のついた貧乏そうな民族衣装カンブーラを身につけたな。二次創作ではまず見られるのは、服や下着は脱いで、大事なところを請求書だけで隠すというのは鉄板ですね。また下着は履いていないものと思われるので、少し足を上げれば大変なことになることも。上もつけていないことから少しかがむだけで見えちゃうというのもよくあるよな。二次創作になれば、お金を稼ぐために嫌々ながらもどんなことでもするというのもありますね。やはりじとめや性格から、ダウナー感が好きという人も多い。東方では珍しい残念美人が人気なようだな。本当に食パン1個あげれば何でもしてくれそうですよ。私ならデビルハンターとして雇いますね。いやそれチェンソーマンやないか。ということで、次に紹介する際どい衣装キャラ8人目は吉兆や知恵です。姉さんは元ネタから S すぎるというね。彼女は誰にでも陰銀な態度を取るのですが、ほぼ全てを見下していて彼女に逆らえる奴はいないと言われています。そんな彼女の能力は、逆らう気力を失わせる程度の能力。それだけで色々と想像が膨らむよ。元ネタは吉兆という中国の伝説上の生物で幻獣の一種。なんと鹿を見るとその美しさに烈情を刺激され射精してしまうことがあり、その精液が漢方薬の材料になるとされています。色々と設定がアウトすぎたキャラ。二次創作ではそのことがたびたびネタにされていますよ。発情してしまったので、キャラの誰かに慰めてもらおうと神ゆり展開もありますよ。同期の上等グーマユミとの相性の良さが異常すぎる。これについては S すぎますが天才的すぎる東方二次創作界では、このパターンはサイゼリアでミラノ風ドリアを頼むのと同じぐらい当たり前のことです。確かについつい頼んでしまうけども。祝勝会つながりと同時期の登場から黒駒先との絡みもよくありますね。馬の先と慰め合うなんていうのもとても面白そうですよ。それは見てみたいランキング1位。服装は右胸に水色のリボンがついた水色の巻きカット送風のトップスに、薄いグリーンのスカートで足元は白ソックスにストラップシューズ。そしてのこの子のような甲羅とシェンロンみたいな尻尾が生えてるよな。どちらかといえば胸はスレンダーの部類です。しかし胸元が広い中華風な服装なことからかがめば見えるというパターンが多いですね。また二次創作になるとスカートは短めになることが多い傾向にありますよ。やっぱり足出した方が魅力的だもんな。また尻尾をいじるというのもたまにありますよ。トラブルの定番ネタね。あと甲羅は外さずに書かれることが多く動物らしさを与えてくれるのがまた一興なんですよ。いつもと違ったものを味わいたい人は、やちえ姉さんに相談してみるのが良さそうだな。ユリもできるので女性の方も安心です。まさに際どすぎる発言。それではラストに紹介するのは、管巻司です。東方メスが使いのダークホース。彼女は狐ですが、管狐とは日本の伝承で数多く出てくる狐の付き物。漫画、東方茨河線でもマリサに化けて登場していたよな。そう、竹筒に入り込み、人間に助言して裕福にしてくれるありがたい妖怪かと思いきや、その助言を聞き入れてしまうと破滅的な結果が待っています。管狐とは日本の伝承で数多く出てくる狐の付き物。管狐という妖怪の性質から基本的には誰かに仕えたり助言をする立場なので、上司である大天狗イズな丸めぐむには様をつけたりフォーマルな口調で話すんだ。そのため二次創作ではやはりメスガキキャラとして大活躍。なんと初の人気投票で55位。この順位がどれだけすごいかというと、いろんなゲームや書籍で活躍している登場回数のダークホースキャラである宇佐美すみれ子より一つ前。そして能力は魂の弱いところに入り込む程度の能力というこれまた二次創作にはもってこいな能力。やはり能力もあれなんだが、衣装もセクシー。白いチャイナドレス風の衣装に身を包んでいるんだが、よくある横に深いスリットが入っているものではなく、膝上太ももくらいまでのズボン状になっているタイプ。どちらかというとベトナムの民族衣装である、青材に近い感じだな。体のラインがくっきりするのでめっちゃセクシーなんですよ。青材はベトナムの伝統衣装日本でいう着物や浴衣のように、生活に寄り添っていますよ。
清楚な感じの白を基調とした衣装で下はしっかりとズボン調になっていますね。胸元は緑のリボンで留めるだけというもので、やはりシンプルなデザインなことから体のラインがくっきり出るのが魅力です。さらに上はゆったりしているわけではないのでボディラインの特に胸がはっきりしちゃうんですよ。さらに、その気候ゆえか薄手の生地で作られているため、下着も透けそうというおまけ付き。ナース服とチャイナドレスの中間のような感じだな。やっぱりこの衣装は間違いなく東宝プロジェクトでトップクラスの際どい衣装だぜ。また絵からしてどこか表情が可愛い笑顔になっている感じなんですよ。作中でやっていることがなかなかに下水が可愛いやつめ。立ち絵では右手で狐の形を作っていて、逆の左手には液体が入った試験管と思わしきものを持っているのですが、中身はありがたいことに不明なおかげで二次創作者たちが動く。中身が媚薬だったり、試験管であらぬことをするというのもありますよ。想像したらにやけるやつやん。査定上が歴代二次創作で一になりがちな際どい衣装でした。やっぱり東宝キャラは、衣装やキャラクターデザインが非常にセンス抜群だから二次創作でも扱いやすくて色々試せるところがいいね。東宝プロジェクトのイラストはとても人気が高いのでまたこういったキャラたちの魅力を紹介していきたいと思いますよ。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな際どい衣装があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。